はい、皆さんこんにちは。今回もですね、ヨーヨーのレビューをしていこうと思いますが、今回紹介するのはアトモスプロジェクトのスモルですね。スモルになります。このスモルはですね、アトモスプロジェクトとしては初の 50mm を切るアンダーサイズヨーヨーとなります。で、皆さんはこういったアンダーサイズヨーヨーってこれまで振ったことがありますでしょうか？僕は割と小さなヨーヨーが好きなのでいくつか持ってるんですけど、アンダーサイズのヨーヨーを振ったことがある方には非常に分かりやすいと思うんですけど、アンダーサイズヨーヨーってやっぱり小さな直径の中に重量をしっかり乗せるので、塊のようななんかこの鉄のちっちゃい塊を振っているかのような感触になってしまうんですね。でこのスモールはですね、そういった塊感というのが非常に少なくって、それでいてミドルサイズのような振り心地、安定感、それから回転力を併せ持つヨーヨーに仕上がっていて、まさにアンダーサイズとしては理想的なヨーヨーとなっています。でフルサイズのように使えるミドルサイズのヨーヨーっていうのは、割といくつか、最近もよく目にするんですが、このスモールのようにミドルサイズのように使えるアンダーサイズっていうのはそうそうないんですよね。ということで、このスモルという非常に素晴らしいアンダーサイズヨーヨーを今回しっかり皆様にお伝えできるように、特徴ですとかフィーリング、そういったことも含めてしっかりとレビューをしていきたいと思います。スモルのスペックを紹介していこうと思いますが、まずスモルは直径が 46mm ですね。46mm になります。そして幅も 46mm になります。直径と幅が1対1のデザインとなりますね。そして重量は 68.7g。このアンダーサイズヨーヨーっていうのは回転力不足っていうのを補うためにしっかりと重量を乗っけないといけないんですけど、今回のスモールに関しては 68.7g という設計になっています。そして素材は A6061 でできていて、ベアリングは通常のミドルサイズですとかフルサイズと全く同じ C サイズとなっています。レスポンスも C サイズですね。やっぱりこういった重量の重いヨーヨーだとエッジとストリングの摩擦もどうしても大きくなってしまうんですが、スモールに関してはこのエッジの部分ですね、このブラストの加工をかけずにしっかりとエッジの部分だけマスキングをしてブラストをかけてない状態にしてあるので、こういったストリングへの摩擦の配慮もされています。はい、それではまずスモールのコンセプトを紹介していこうと思いますが、このスモールはアトモスプロジェクトのチームメンバーであるウラジミール・グラズゴフ選手のセカンドシグネチャーモデルとなります。で、ファーストシグネチャーはチタン製でありながら大人気で、かつも即完売となってしまった、ハマーだったんですが、このスモールも見ていただくと分かる通り特徴的な H シェイプとなっていて、ハマーをベースに小型化したような形になっています。でハマーっていうのはチタン製で、かつこの特徴的な H シェイプからも分かる通り、テクニカルといいますかパフォーマンス志向のモデルだったんですね。でこれに対してこの今回のスモール、このスモールっていうのはカジュアルに遊べる設計となっています。でウラジミル選手はもともとこういった小さいヨーヨーが非常に好きで、特にこのヨーヨーリクリエーションのフワット4ですとか、あとはアートのヨーヨーだったりとか、そのあたりのヨーヨーが大好きなんだとおっしゃってたんですけども、彼の理想であるめちゃくちゃ楽しくてかつ高性能っていうヨーヨーを体現したのが今回のスモールになってますね。なのでただただ小さいポケットサイズのカジュアルヨーヨーというだけではなくって、回転力と安定性に一切の妥協をしていない。でここが、ミドルサイズのように使えるアンダーサイズであるゆえんにもなってるんですけど、この辺りのスモールの特徴っていうのを一つずつここから見ていこうかなと思います。
はい。まず1つ目の特徴は、スモルはですね、アトモスプロジェクトが初めて挑んだアンダーサイズのヨーヨーであるということですね。公式のリリースノートにもはっきり書かれているんですが、ミニサイズへの挑戦はかなり難しかったとしっかりと書かれています。やっぱりこのミニサイズのヨーヨーっていうのは完成モーメントが著しく下がってしまうので、回転力とか安定性がですね、考えている以上に低下してしまうんですよね。それを補うために重量をしっかりと重めに設定するんですが、その結果として、ヨーヨーというよりも、何かこの鉄の塊を投げているようなフィーリングになってしまいがちなんです。そもそもですね、この直径自体がちっちゃいので、設計の自由度っていうのも少ないですし、こういったミニヨーはいろんなブランドからリリースされてはいるんですけど、はっきり言ってしまうとどれも似たような塊感になってしまうことが多くて、このブランドごとのフィーリングの性能ですとか違いっていうのを非常に出しにくい領域でもあるんですね。で、このアンダーサイズという非常に難しい領域にアトモスが初めて挑戦したっていうのが一つこのスモールの特徴だと思います。はい。そしてスモールの2つ目のポイントは H シェイプ×アンダーサイズという組み合わせであることです。実はこのアトモスのオーガニックっていうブランドイメージからすると、この H シェイプとアンダーサイズっていうのはありえない組み合わせなんですよね。やっぱりオーガニックっていうと、こういったクラウドベリーみたいな非常にこの切れ目のないラウンドっていうのが、強い印象だと思うんですけど、それに比べてこのスモールっていうのはオーガニックとは程遠い形状をしてるわけですよ。で、そもそもこのスモールのベースとなったハマーっていうのは、アトモスプロジェクトの設計思想をあえて逸脱するリスクを取ってリリースされたモデルなんですね。で、これに加えて先ほども少しお話ししたように、今回アンダーサイズなんですね。で、アンダーサイズっていうのは塊感が強くなってしまってフィーリングや性能の違いが出しにくい。で、この違いを出すためにはフルサイズあるいはミドルサイズ以上にメリハリのある重量配分っていうのをしてやらなきゃいけないわけなんですけど、このメリハリのある重量配分っていう意味で言うと H シェイプっていうのは非常に理想的なんですよね。こういった H シェイプのヨーヨーっていうのはやっぱり見た目からも分かる通り、内側と外側の重量配分っていうのを明確にこのメリハリをつけられるので、そういった意味では非常にアンダーサイズのヨーヨーを設計する上では有利なのかなって思うんですけど、ただそもそも先ほども言った通りアトモスっていうのはこっちの路線なんですよね。オーガニックの路線なので、本来この H シェイプっていうものにたどり着くはずはないんですけど、これはですね、もう本当にまさに理想のヨーヨーっていうのを追い求める、ウラジーミル選手っていう一人のプレイヤーの存在、それから、アトモスプロジェクトがリスクを取ってでもこういった H シェイプのヨーヨーをリリースするっていうチャレンジがあったからこそなんですよね。なので、ハマーもそうだったんですけど、ハマーというちょっとアトモスのブランドイメージから逸脱するような H シェイプのヨーヨーにさらにアンダーサイズというものを組み合わせた今回のこのスモールっていうのは非常にアトモスにとっては挑戦であり、これまでのリスクを取った背景があったからこそ生まれた組み合わせなんですね。で、こういったところも一アトモスファンとしてはですね、非常にポイントかなと考えています。そしてスモールの3つ目のポイントが重量配分ですね。はい、で、僕はですね、ヨーヨーのレビューをするために重量配分っていう、この言葉をたくさん使ってしまうんですけど、やっぱりこのアトモスプロジェクトって重量配分がですね、非常に上手と言いますか、僕もヨーヨーを作ったことがあるわけではないので、上手なんていう言葉を使うのは本当におかしいと思うんですけど、非常にうまいブランドだなと思います。で、スモールはミドルサイズのように使えるアンダーサイズヨーヨーなんですが、やっぱりこの H シェイプによるメリハリのある重量配分っていうのがこの使いやすさの最大の理由だと僕は考えています。で、見た目はですね、ハマーに似た H シェイプになるんですが、
このリムへの重量配分っていうのはハマーよりもさらに大きくなっていて、実は総重量の 70% がこのリムの重量だと公式のリリースノートには書かれています。なので、このスモールっていうのは、ハマーを単に小型化したわけではなくて、アンダーサイズでの取り回しっていうのを考慮して重量配分されているということですね。で、このボディを見てみるとですね、さらにわかるんですけど、この視点から見ると、綺麗な H シェイプだなっていう印象だと思うんですが、実はですね、このサイドを見てみると、ちょっと光の加減で分かりにくいかもしれないんですが、この最外周のリムの付け根のとこですね。この一番外側のリムのこの付け根のところにちょっとこの影になったくぼみの部分があると思うんですけど、ここにですね、しっかりと削り取られたくぼみがあるんですね。で、さらにその奥にもう2つステップがあるわけなんですけど、それぞれの面で削り方っていうのが全く違うんですよね。なので、こうやって見ると H シェイプなんだけど、こうやって見るとですね、非常にこの単なる H シェイプではなくて、緻密な重量配分がされているなっていう印象が伺えるんですよね。で、このアンダーサイズという小さなキャンバスの中で、H シェイプによるメリハリのある重量配分をするというだけではなくて、非常に緻密な重量配分が実は行われているというのがスモールの3つ目のポイントになります。はい、それではですね、少しこのスモールを振っていこうかなと思いますが、今回このスモールのクリアを振っていこうと思います。で、このスモールはですね、スモールといいますか、このアンダーサイズのヨーヨー、塊感が強いという話を、この動画の中では何度もしているんですけども、まず塊感って何かっていうところなんですけど、アンダーサイズに関して言えばですね、本当にこの金属の塊、ヨーヨーではなくて、単なるこの金属の塊に紐をくくりつけて振り回しているかのような感覚ですね。とにかく重いものが先についていて、それをただ単に振り回しているような、そういった感覚がアンダーサイズにはあるんですね。で、これはですね、本来であればアンダーサイズヨーヨーの特徴でもあるところなんですけど、ただこの塊感が強すぎて、やっぱりこのミドルサイズですとかフルサイズのヨーヨーと使用感が全く違ってきてしまうので、どうしても特徴っていうよりも欠点のように思われてしまうのがこのアンダーサイズヨーヨーなんですね。で、この今回のスモールに関して言えば、塊感はもちろんあります。アンダーサイズでこれだけ 68.7g という非常に、重い質量を持っているので、塊のような感覚はあるんですが、それだけではなくってですね、他のアンダーサイズヨーヨーにはないヨーヨーが回転している感覚、ちゃんと回っている感覚っていうのがしっかり伝わるんですよね。なので、一般的なアンダーサイズヨーヨーの塊感ではなくて、ミドルサイズのヨーヨーを振っているかのような感覚があるんですね。これがですね、一つ使いやすいポイントだと思います。そしてですね、僕これは個人的にアンダーサイズヨーヨーで特徴的だなと思っているところが一つあってですね、何かっていうと、スローの時の投げにくさなんですよ。投げにくさ。アンダーサイズヨーヨーってスローの感覚が本当に独特なんですよね。それがですね、僕非常に苦手で、なかなかうまくスローできないなっていう感覚を持っていたんですけど、このスモールに関してはそういった感覚がなくって、一般的なヨーヨー、少し重めのヨーヨーと同じようにスローすることができます。で、塊感の強いアンダーサイズヨーヨーってどんな感じなのかっていうと、投げるときにですね、重たいので腕についてきてくれないんですよね。このままスローしたときにすっぽ抜けてしまうような感覚があるんですね。それがですね、すごく特徴的だなと思っていて、こっちへ振りたいんですけど、こっちへ来ずにですね、思ったよりもこっち側でヨーヨーが落ちてしまう。真下にヨーヨーがストーンと
落ちていってしまうような感覚があるんですけど、このスモールに関してはちゃんとついてきてくれる、腕についてきてくれるので、本当にこのフルサイズとかミドルサイズのヨーヨーと同じような感覚でスローすることができます。そしてですね、もう一つ大事なのが、アンダーサイズヨーヨーって本当に傾きやすいんですね。で、この傾きやすさっていうのが、スリープロスにもすごく影響するんですけど、スモールは本当に傾かないんですよね。まず、やっぱりこの1対1デザインでありながら H シェイプなので、中指の収まりが非常にいいので、投げる時のこの手の中での収まりっていうのがすごくいいです。そしてさっきも言ったように、スローっていうのがミドルサイズとかフルサイズのヨーヨーの感覚に非常に近いので、まずですね、ちゃんとまっすぐヨーヨーを傾けずにスローすることができるっていうのが、まず傾きが少ない一つのポイントなんですけど、これだけじゃなくって、やっぱりこのプレイしている時ですね、プレイしている時のこの姿勢の安定性っていうのもスモールは本当に優秀で非常に強いです。少しこの振り回すような動きをしてもちゃんと傾かずにまっすぐなままいてくれます。で、どうしてもこういったアンダーサイズヨーヨー、重みがしっかりありますので、ひとたび傾いてしまうとどんどんそっちに傾いていってしまうんですよ。で、この傾きを直そうとするとですね、やっぱり重さがあるので、それだけ強くストリングにボディが当たってしまって、その結果としてヨーヨーの回転力も著しく落ちてしまう。なので、傾いて回らないっていうのがアンダーサイズのヨーヨーの一つの、感覚、多くの人が抱く感覚だったんですけど、本当にこのスモールはですね、そういった、今までアンダーサイズヨーヨーの欠点だと思われてきた部分をしっかりとアンダーサイズヨーヨーの特徴に変えてくれた素晴らしいモデルだなと思います。僕アトモス大好きなので、どのヨーヨーも好きなんですけど、スモールはですね、本当にお世辞で言ってるわけじゃなくって、本当にもうこのアンダーサイズヨーヨーを超えられるものがあるのかっていうぐらい非常に使いやすいヨーヨーになっています。やっぱり安定性が悪くってスリープ力もないってなると、なかなか僕のような腕がないプレイヤーにとってはですね、カジュアルヨーヨーではあるんですけど、やっぱりカジュアルに遊ぶことすらできなくなってしまうんですよ。ただそれがこれだけ姿勢が安定して回転力も十分ってなると、やっぱり僕ぐらいの本当に中級者を目指すぐらいの腕のプレイヤーが使っても十分楽しめるカジュアルヨーヨーだと思います。で、カジュアルなだけではなくてですね、やっぱりテック系のトリックですよね。こういった狭いところを通すようなトリックですね。こういうトリックを練習するときとかにもすごくスモールは優秀でですね、やっぱりアンダーサイズカジュアルに一つ簡単に持ち運べて、外で楽しくラフにプレイするっていうような感じだと思うんですけど、本当に僕このスモール購入してからこれしか振ってなくてですね、ずっと練習できなかったテック系のトリックっていうのをこれでひたすら練習をしてます。なので練習にも十分使えるようなヨーヨーなんで、ただただ単なるカジュアルヨーヨーとして見るんではなくって、一つ練習の相棒という形でスモールを捉えていただいてもいいのかなと思います。ここでですね、おすすめのセッティングっていうのを少し紹介していこうかなと思うんですが、アンダーサイズっていうのは、文字通りこの直径が小さいことと、あとですね、重めにやっぱり設計されていることが多いので、ミドルサイズ以上のヨーヨーと同じセッティングだと使いづらいなって感じることがきっと多いはずなんです。で、僕も普段からやっぱりそうやって感じることが多いんですけど、横から見ると分かりやすいんですけど、やっぱりこういったですね、ミドルサイズのヨーヨーと比べると、このギャップの長さですね、このストリングが収まるこの長さっていうのが、やっぱりアンダーサイズだと
こういったミドルサイズのヨーヨーに比べると相対的にこのスペースが狭くなってしまうので、普段通りの太くて長いストリングを使ってしまうといつも以上に絡みやすくなります。で、重さがある分プレー中の滑りっていうのは非常にいいんですけど、ただですね、やっぱりここも直径が小さいことによって完成モーメントが小さいので、ストリングによる摩擦がスリープロスにもやっぱり非常に大きく影響してくるんですね。なので僕は個人的にこういったアンダーサイズのヨーヨーを使うときには、できるだけ細くてストリングの長さも短めに設定するっていうのが理想的かなと考えています。で、ただそうするとですね、やっぱりこのフルサイズとかミドルサイズと同じようなトリックをやろうと思っても非常にやりにくくなってしまうんですよね。ただこのスモールに関してはスリムストリングを使うほどではなくって、ストリングのメーカーにもよるんですけど、一般的なファットサイズぐらいのストリングでも何の違和感もなく使えます。で、特におすすめなのは、このアトモスプロジェクトのクラウドウィーブストリングのマイクロという太さですね。で、このクラウドウィーブストリングには、2つ種類があるんですけど、1つがマイクロ、一般的なサイズでいうファットですね。で、もう1つが XL サイズに該当するマクロですね。マイクロとマクロがあるんですけど、マイクロの方です。こちらの方がですね、非常におすすめだなと思っています。で、僕はこのアトモスプロジェクトのクラウドウィーブマイクロを普段からよく使っているんですけど、いろんなヨーヨーで使いますが、本当にいいストリングで、ホワイトとイエローが編み込まれてるんですけど、ポリエステル 100% のストリングながらしっかりとコシもあって非常に使いやすいなと思っています。で、この普通にこのストリング単体として考えても使いやすいんですけど、その中でもですね、やっぱりこのクラウドウィーブが何よりも他のどのヨーヨーよりも相性がいいなと思うのが今回のこのスモールになります。やっぱりこの太さ、それからコシですね、硬さっていうのが非常にこのアンダーサイズのスモールとマッチしているなと感じます。なのでスモールをこれから購入しようかなとか購入したっていう方はですね、ぜひこのクラウドウィーブストリングとの相性っていうのも一度試してみてもらいたいなと思います。で、ストリングの長さもですね、スモールに関しては特にそんなに短くしなくっても使えます。なので本当にストリングの感覚としてもセッティングとしてもミドルサイズと同じように使えるっていうのがこのスモールの非常にいいところかなと思います。はい、それでは最後のまとめに入っていこうかなと思いますが、今回はですね、アトモスプロジェクトのスモールというアトモスとしては初のアンダーサイズヨーヨーを紹介しました。で、おすすめのセッティングとして今回アトモスプロジェクトのこのクラウドウィーブストリングマイクロっていうのも一緒に紹介をしたんですが、本当にですね、このスモールはアンダーサイズヨーヨーとは思えないヨーヨーですね。で、やっぱりアンダーサイズってテック系のトリックとか、やっぱりその中級者ぐらいかな。やっぱり上達しようと思った時にちょっとごちゃごちゃっとしたトリックが多くなってくると思うんですけど、やっぱりちょっとこの幅があって引っかかってしまったりとか、やっぱりちょっとその直径のせいで通しにくかったりとかするところがあるんですけど、やっぱりこれぐらいのサイズのヨーヨーが使えると非常にトリックの習得も早いと思います。で、ただ何せ直径が小さいので回転力がないっていうのがこれまでのアンダーサイズヨーヨーの最大の欠点だったんですけど、本当にこのスモールに関してはH シェイプのメリハリのある重量配分のおかげで本当にこのミドルサイズのような安定感、それからスリープ力を保ったまましっかりとトリックをできるというヨーヨーに仕上がっているので、普段使いのカジュアルヨーヨーとして使うのも OK ですし、やっぱりこのテック系のですねトリックを練習するにあたってこのスモールを使うっていうのも非常にいい選択肢だと僕は思います。それとですね、何よりですね、僕はこのウラジーミル・グラズゴフ選手っていうのは本当に世界で一番尊敬しているプレイヤーなんですけど、彼のシグネチャーということも非常に
このスモールを押すポイントでもあります。やっぱり彼とインスタの DM で、何度かやり取りをしたこともあるんですけど、やっぱりこの人生の大半をかけてこのヨーヨーという世界で生きてきた彼にとってやっぱりこの理想的なヨーヨーを作るで、その中でもやっぱり競技だけではなくってしっかりと楽しさを感じられるようなヨーヨーを作るっていうのがやっぱり非常に彼から感じられるんですよね。で本当にこのスモールっていうのは、楽しさと性能っていうのを本当にこの両立したいいヨーヨーだなと思うので、やっぱりこのウラジミル選手あってこそのスモールですし、このスモールをリリースするに至ったファーストシグネチャーであるハマー、そちらの存在も非常に大きいなと思っています。ぜひこのスモール気になる方はショップでご購入いただければと思います。本当に買って損はないアンダーサイズヨーヨーですし、初めて振るアンダーサイズヨーヨーとしては絶対にこのスモールがいいと思います。逆にですね、これを振ってしまうと他のアンダーサイズヨーヨーが振れなくなってしまうかもしれないです。それではまた次の動画でお会いしましょう。